Go! ずいぶん前に大きな丸太をもらいまして、丸太というんでしょうか、木の塊ですね。薪にしようと思って玉切りして割ってみたんですが、これが全然割れなくてですね、もう嫌になってほったらかしにしていました。それでようやく涼しい季節になったので、ちゃんと薪を作りたいと思います。やっぱりでっかいですよね。動きません。このぐらいの大きさであれば普通このトビを使えば動くんですが、これは何か大きさの割に異常に重いんですよね。しょうがないので、この状態でチェーンソーで切っていきたいと思います。チェーンソーの刃が地面に当たってしまうと、切れなくなってしまうので、丸太の下に切れ端を挟んで地面との隙間を作ります。今なんとか持ち上げることができましたが、トビを引っ掛ける場所とかですね、力の入れ具合によって動いたり動かなかったりしますね。この要領で細かく玉切りしていきます。さて、ここで一つクイズです。このまま切り進めてしまうと、ある危険なことが起こります。それは一体何でしょうか。1番、チェーンが外れてしまう。2番、バーが丸太に挟まって取れなくなる。3番、キックバックが起こる。さあ、何番が正解でしょうか。私は分かっていて作業しているので、この危険な目には遭っていません。チェーンソーを普段から使っている方ならすぐに分かると思います。このように切り進めていくと、はい、ここです。バーの先端にもう一つの丸太が当たることになります。そうするとこのようにキックバックが起こるわけです。
このような場合は一度エンジンを止めて丸太の向きを変えてから切り直すのが正解です。ということで3番のキックバックが正解でした。このキックバックについてはどうして起こるのか少し分かりにくい部分もあるので、また CG を使って解説する動画を作ってみたいと思っています。玉切りが終わったので、今度は鉄のくさびを使って割っていきたいと思います。前回割ってみた時は普通の斧で割ったんですが、全く刃が立ちませんでした。くさびをハンマーでこれだけ打ち込んでやっと割れました。芯の部分は腐ってしまっている、これはヤマモモの木なんですが、これだけ硬い木に出会ったのは私も初めてです。なぜこんなに割れにくくて硬いのかっていうのが、割れた断面を見ると分かりました。分かりますかね。こんな風にですね、木目が波打ってるんですね。一部分だけこういう風な木目になってる木はよくありますけども、この木はもう全体がこんな風に波打った木目になっていました。何か過酷な環境で育った木なのかもしれませんね。フィスカースの X27 という、かなり新しいタイプの巻き割り用の斧で割ってみていますが、なかなか割れないのがよくわかると思います。やっぱりあまりに割れないので、くさびを打って割ることにしました。それでこれ以降はですね、斧でやるのもくさびでやるのももう何も刃が立たないので、もうチェーンソーでみじん切りです。私は結構ですね、巻き集めとか、巻き割りとか、好きな方なんですが、こういう巻きに当たってしまうとですね、もうこのチェーンソーで切り続けるっていう、もう腰が痛くてしょうがないんですよね。でも集めてる間は、割れやすいか割れにくいかってことはわからないので、こういうこともたまにはあります。それでもしかしたら割れるかなと思って斧で割ると意外とあっさり割れたりするんですよね。どういうことなんでしょうか。ということで今回は薪をチェーンソーでみじん切りにするという動画でした。なんだかよくわからない動画になってしまいましたが、途中ですね、キックバックのこととか、
それから木目が波打ってるような、薪はなかなか割れないよっていうこととか、もしかしたら、これから薪ストーブ、薪割りを始めていく方には多少参考になることがあったかもしれません。もし気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価などをお願いしたいと思います。